この怒りの根っこってなんだろう、このうまくいかない出来事の根っこって何なんだろうって感じたときに、根っこがあるからこれを引き寄せてしまう。嫌なこと。思わしくないこと。それがさっき言ったんだけども、やっぱりどっかで辛い思いをして泣いている記憶が熟成されて怒りとなってしまう。怒りやすい自分を作ってしまったっていうことに気がついたんですよね。このお話をする前に、もし今、苦しみの中にいる方や、同じパターンを繰り返してしまう方、そして本気で人生を変えたいと思っている方へ、少しだけお伝えしたいことがあります。何をやってもうまくいかない。変わりたいのに変われない。頑張っているのに前へ進めない。そんな時、人は自分を責めてしまいます。でもそれはあなたが弱いからではありません。私自身30歳の頃にうつ病を経験し、長い時間をかけて自分の心と向き合ってきました。そして自分の心との向き合い方を学ぶことで少しずつ人生を変えてきました。その経験と学びをもとに、この夏、本気で人生を変える3ヶ月サポートプログラムを募集します。期間は3ヶ月。個別セッションは1回50分。募集は夏限定3名様までです。本気で人生を変えたい方は、概要欄から詳細をご覧ください。それでは本編へどうぞ。怒りってね、なんかさ、誰かに何かを言われたりとか、何かを見て怒ったりとか、怒りって腹立つ時ってあるじゃない。私はよく怒ってた。だってムカつくんだもん。こう、カチンときたり。なんか、頭でどうこう考えるっていうよりも、こう、カチンと反応しちゃう感じ。それが、すごくカチンときた時の怒りのエネルギーがすごく大きくて、パワーを使うんだよね。それで、こう、芋づる式に引っかかってブチって切れるから、こうなんかすごい疲れるのね。で、その出来事は全部違うんだけど、まあ違うんだけど、相対的に見ていくと、部類があるなって思ってて、心のケアをしていくと、怒りって深い深いところの涙を抑え込んで見ないようにしていたものが、ある意味熟成されて怒りになってしまったんだっていうのをね、深層心理学を勉強して分かったことなんですよね。なんか、こう人を憎んだり、
するのってすごい続けると自分の運気がものすごく下がるんですよ。まあ過去にものすごく憎んだことがあって、すごく下がるし、自分自身も続けていくと顔の表情がすごく悪くなるし、生活や食生活とかね、どんどん荒れていくというか、そこにエネルギーを使えなくなっちゃう。怒りにエネルギーが全部いっちゃうから、ちょっとしたことですぐ起こるような関係になっちゃったりとか、そういう関係を引き寄せちゃったりとか、例えば、誰かをすごく憎んでいるときに、怒っているときに、怒りたくなるようなタイミングを引き寄せるようなね。なんか、本当に細かなことなんですけど、ここで感じたのが、この怒りの根っこってなんだろう、このうまくいかない出来事の根っこって何なんだろうって感じたときに、根っこがあるからこれを引き寄せてしまう。嫌なこと。思わしくないこと。それがさっき言ったんだけども、やっぱりどっかで辛い思いをして泣いている記憶が熟成されて怒りとなってしまう。怒りやすい自分を作ってしまったっていうことに気がついたんですよね。深層心理学勉強して分かったことなんですけど。という話でした。聞いていただきありがとうございます。またね。届いたトゲが示す場所、それは癒しの種だと知る。自分さえ我慢すれば、もうその鎖は解き放つ。心の対話始めよう。